やあ、防犯だ。今回は混沌なしでのドラゴン装備の強化素材の集め場所を紹介する。放置だとリポップが減衰するので手動でやるおすすめ場所ということだな。早速見ていこう。まずドラゴン装備の強化素材の大半を占めるこれらの素材。インフェルニア火山4を周回するのがおすすめ。火炎岳、レッドコア、赤の結晶、ソルクレストが手に入る。火炎岳は特に必要量が多く混沌あり放置でも時間がかかるが、火山4を手動でやると放置よりも効率よく火炎岳を集めることができる。最近素材が手元に来る前にエリア移動しても素材を入手できるようになったので、倒せばすぐ出入りしておく以前よりも楽に周回できる。待つ時間がなくなるだけでも気持ち楽になるからな。以前は魔法じゃないと回収が遅く待ち時間が長かったが、今はペットに倒させても回収を待つ時間がいらないので効率よく周回可能。前よりも手動やり得になっている。ペットで倒すなら MDEF14641 あればダメージ無効化できるぞ。主人公の魔法で倒すなら INT2 万くらいあれば倒せる。ペットは豚天仕様に INT1 万7000くらいあると良いと思う。2万あるともっと安心。レッドコアは赤のかけらから交換の方が早いからここで集める必要はないぞ。続いてアーキペラゴ。ここではボス素材と赤い葉っぱ、レッドコア用の赤のかけらを入手できる。アーキペラゴの敵はリポップが早く、赤のかけらと赤葉っぱを最高効率で入手することができる。本棚裏と同じくらい出入りでボスが復活するので、海賊船周回とかのついでに倒すと金策も同時に行える。フレイムフロックとゴブリンメイジの場所に固定砲台を置いて回るといいかも。一応この辺りで邪黒竜とボスゴブリンとゴブリンメイジの放置もできる。フレイムフロックが届かないので放置価値は割と下がってしまうがな。もちろん3分革命があれば各ボスの場所で放置が良いぞ。あとはボス素材だが、時空歪曲集めて倒すしかない。金策時給4000万ゴールド以上なら放置より召喚書使った方が良いかな。混沌なしの放置で時給4000万ゴールドは無理だと思うので、普通に放置でいいかもしれない。デザートパウダーは一応アリーナ3でも手に入れられるが数が少ない。時空歪曲装置が集まっているなら砂漠で放置した方が良いな。ネクロの飼い猫は洋館2階でしか入手できないので、ここでしか集められない。マダンペットがあればイゾも同時に狩れるので、召喚書を使っても損した感じが少ない。ネクロが頭、パウダーが腕の部位の素材で、この2つだと頭の方がおすすめなので召喚書を使うならこっち優先がいいかな。こっちってのはネクロの方ね。黒竜とボスゴブリンは鎧と足の素材で、とりあえず耐久面上げておきたいので俺はアーマー優先するかな。足は頭と盾の次で良いと思う。盾はこの素材。ATK の上昇量は足と同じ。足よりは優先度高いかなと思う。最後に強化の優先順位。自分が上げたいステータスの部位を優先すれば良いぞ。俺はこの順番で強化した。細かい順番はあれだがとりあえず左3つを優先していればいいと思う。皆が思う優先順位はどうだろうか。よければコメントしてくれ。ということで以上。まだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。